今回は加藤ファインスケール C11 蒸気機関車が再生産されましたので、 C11 蒸気機関車の魅力についてお話ししたいと思います。気になるトミックスの C11 との比較もたっぷりしています。海老名のポポンデッタさんへ持ち込んで、旧型客車や10連で貨物列車を引く映像もご用意しました。どうぞ最後までお付き合いください。はーい、電吉クラブです。この8月に加藤から C11 タンク式蒸気機関車が再生産されました。加藤 C11 電吉コレクションにありますので、その出来栄えと走行性能について検証していきながら、トミックスの C11 との比較やポポンデッタ様での走行風景もご覧に入れたいと思います。電吉クラブの小型蒸気コレクションです。上から C12 が2両、C11 が3両あります。うち1両はトミックスです。それから C56 が2両あります。マイクロエースの車両とかは別に保管していますが、小型蒸気に関してはこんな感じになっています。今回はこの加藤の C11 が先日再生産されたので、その出来栄えと走りっぷりについて見ていただきたいと思います。それからトミックスですが、トミックスの箱だとコレクションケースに入らないため、加藤の箱に中の発泡スチロールを切って入れ替えてあります。そのトミックスの C11 と加藤の C11、出来栄えや仕様にどんな差があるのか、走行性能はどうなのかなど比較してみたいと思います。まずはプロポーションの比較です。上が加藤、下がトミックスです。どちらも腰が低くどっしりと蒸気の雰囲気が漂う素晴らしい出来です。加藤は C11 3次型、トミックスは同じ3次型でも真岡鉄道325号機をプロトタイプにしているため、仕様にいくつかの違いがあります。まず演出扉のハンドルです。加藤が目立たない黒で現役時代を意識しているのに対し、トミックスは現在の磨き上げられた復活蒸気を製品化しているので、ゴールドで装飾された演出扉のハンドルになっています。それとカプラー周囲のエアホースがトミックスの方が目立ちます。それでは公式側を見てみましょう。違いとして目立つのは、トミックスのシリンダー部にあるゴールドの装飾とデフレクターにある点検穴ですね。動輪や重輪のスポークの抜けや機関室下の配管の細かさは両者とも実によく表現されています。ピストン尻棒は加藤では表現されていますが、トミックスには表現されていません。機関室窓も加藤は開いた状態、トミックスは閉めた状態を再現していますね。次は非公式側を見てみます。基本的には公式側と同じようですが、石炭庫下のカプラーの付き方がトミックスでは不自然なのが気になりました。それくらいかな。いずれにしてもモーターの小型化でこのような小さい機関車がこんな見事に製品化されたことに感謝です。今度は上からの比較です。どちらも甲乙つけがたい出来栄えだと思います。トミックスでは機関室上の天窓が開くギミックがあります。ほら、こんな感じです。そして後ろからの比較です。 C11 はバック運転も得意としていた機関車なので、どちらもバック運転ではヘッドライトが点灯します。プロトタイプの違いからですが、加藤とトミックスでは石炭庫に登るためのはしごの形が違います。面白いですよね。
では加藤の C11 から試運転をしてみましょう。パワーパックは加藤のスタンダード S、 レールはトミックスのファイントラックです。非常に滑らかな走り出しです。スロー運転がよく効くモーターが実は N ゲージでは素晴らしいと考えています。ではバック運転もやってみましょう。素晴らしく滑らかな走り出しです。加藤製品はいつも安定した走りなので安心して購入できますね。ちょっとスピードを上げてみましょう。いいですね。ヘッドライトもこうこうと明るくて前を照らしてるって印象ですね。では機関車の向きを変えてもう一度走らせてみましょう。何度走らせてもストレスを感じさせない走りっぷりに感激しました。次はトミックスです。加藤の時と同じようにまずはスロースタートの性能を確認します。あれれ、何か嫌なギア音がしますね。ではバック運転です。動きがぎこちないですね。わずかにノッキングするような走りです。もう一度走らせてみましょう。ちょっとスピードを上げると嫌なギア音が全開だし、ヘッドライト光ってるの？では走行中に一度止めてみましょう。再スタートです。電圧は上がっていくけど走りません。ああ、とうとう押されちゃった。それでは機関車の向きを変えてみました。電圧は上がっていきますが走りません。とうとうしびれを切らしてしまいました。機関車はストレス満載でノッキングしながら走ります。申し訳ないけどこちらの走りは残念ですが逆大点ですね。またまた電圧を上げても走りません。おいこら、いい加減にしてくれよ。やっと走り出しました。ヘッドライトはついています。製品のディティールでは精緻で良い出来だと思ったんですが、それとも僕が外れを買ってしまったんでしょうか。ああ、計測でなければなんとか走ります。地層テストの最後に加藤とトミックスそれぞれの C11 を同一レール上で同時に通電してみました。左が加藤、右がトミックスです。こうして比べてみても加藤の性能が飛び抜けていることがわかります。トミックスが普通で加藤のコアレスモーターが素晴らしすぎるのかもしれませんね。この後海老名のポポンデッタ様でも双方の C11 を走らせてみましたのでご覧ください。その前に機関車の下側を覗いてみました。 N ゲージでは牽引力を上げるために動輪にゴムタイヤを巻いていますが、トミックスでは主たる動輪2組がゴムタイヤ付きになっています。もしかするとこれが通電不良のような症状に影響を与えている気がします。国鉄の C11 蒸気機関車、国鉄がまだ鉄道省だった時代の1932年、昭和7年ですね。その時に設計されたタンク式蒸気機関車です。タンク式とは機関車の後ろにテンダーがなく、石炭と水を機関車本体に積載するように作られた機関車です。石炭を後ろに積んで水は機関車の両側に振り分けて積むようにサイドに大きな水タンクを持っていました。タンク式蒸気機関車は走行区間がさほど長くない線区用に開発されました。例えば本線を客車や貨車を牽引して走破するような蒸気機関車は
大量の石炭と水が必要ですが、例えば50キロから100キロぐらいの区間を往復するような機関車では、石炭と水はこまめに補給できるので、できるだけ機関車を小さくして小回りが利くことが重要視されました。しかも行き止まりみたいになっている支線だと、終点の駅に機関車の方向転換をするためのターンテーブルがないなんて場合もあったので、タンク機関車ではバック運転する際の視界を確保するように淡水湖の一部を切り替えて設計してあったんです。昭和の初期って明治時代に欧米から輸入された蒸気機関車たちが老朽化していて、しかもいろいろな形式を試験的に輸入していたので、多種多様な形式の機関車がごちゃ混ぜに配置されていることで、現場はメンテナンスするにも大変だったようなんです。そういった機関車を置き換える必要があったので、この機関車より2年前に C10 という機関車が設計されたんですが、軸重が重く兵線に入れないと現場からは軽量化が要求されました。甲乙兵の兵線ですね。C10 が後半をリベット止めしてあったのに対し、C11 の時代には後半溶接の技術が確立していたことで軽量化に貢献し、 C11 は兵線にも入れる軸重にできたんです。この C11 っていう蒸気機関車はとっても優秀な機関車だったので、381両も製造されたんです。で、1次型、2次型、3次型、4次型があるんですが、加藤のプロトタイプは3次型になっています。3次型は1次型、2次型に比べて水を積むためのタンク容量を増やしたんです。サイドのこの水タンクが大きくなっていて、1次型、2次型では機関室と可変がつらい位置になっていたものを、3次型では明らかにタンク可変が下がっているのが分かりますよね。ちょっと分かりにくいので写真をご覧ください。機関室の可変に線を引いてみると、ほらこの通り水タンクが大きくなっています。最後は4次型ですが、4次型は戦時中設計のためボイラー状のドームが円筒型ではなくて角型にできているのが特徴です。身近なところでは新橋駅前の SL 広場に鎮座しています。ボイラー状のドームが四角いの分かりますよね。これが4次型です。ちょこっとだけ蒸気のウェザリングについて話をさせてください。実は僕の中でやり方が確立していないのが蒸気のウェザリングなんです。未だにどうやるべきか思いあぐねているのですが、そのため僕は今簡単にウェザリングマスターという材料を使うだけにしています。これがタミヤのウェザリングマスターです。色の組み合わせは何パターンかありますので、自分の使えそうな色を揃えてあります。片側に丸いスポンジ、反対側にハケになっている道具がデフォルトでついてきますが、スポンジはいくつか手元に欲しいので、100円ショップのファンデーションコーナーを不審者のようにうろうろして、このような道具を何点か買い揃えています。使い方については、まず丸で囲った部分のプラ素材を黒鉄色に筆差ししてから、四角で囲った部分にスポンジで軽く塗りつける程度です。あとは画面上うっすら茶色く見えるところにドライブラシ的にしてありますが、どんな程度にやるのか、この後ちょこっとだけ実演させていただきます。それでは早速蒸気を1両ウェザリングしてみましょう。この子少しは汚した跡があるみたいですが、綺麗なのでこの子をウェザリングしてみます。軽くやるのがコツだと思っています。トミックスのこの子は復活蒸気なので、復活蒸気は大概ピカピカに磨き上げられているので汚したくありませんよね。ではこちら加藤のこの子をウェザリングやってみましょう。はい、それではまずロッド部分のプラスチック部品に筆差しです。クロスヘッドとユニオンリンク、合弁テコがプラなので
焼き鉄色で筆差しします。非公式側も同様にクロスヘッド、ユニオンリンク、合弁テコに面相筆で焼き鉄色に着色します。プラのおもちゃっぽさが取れれば OK です。腕に自信がある方はこういうロッドもみんなばらして着色したりいじったりされてるみたいですが、僕はそこまでやったら組み立てられなくなっちゃいます。だいたいばらすことさえできないのでこのままウェザリングするんです。で、こちらのこれ、女性がファンデーションするのに使うものと思うんですが、これにこのウェザリングマスターをこんな風につけて軽くこういう風にこうこすってあげるとエッジの部分が中心にだんだんと色づいてくるんです。ほんと軽くこすっています。こんな感じに軽くです。この辺のこういうモールドの立った部分を軽く撫でると着色していきます。この方法をドライブラシ、筆に残った乾きかけた塗料を使ってこする手法をドライブラシっていうらしいですけど、まさにその考え方ですね。こういう配管がごちゃごちゃした部分にも実に有効な手段だと思います。それからスポークですね。車輪のスポークにもこうやって塗ってあげると良好です。非公式側も同様にドライブラシしていきます。動輪の塗れない部分はこうやって動輪を回してさらに塗り進めることができます。こんな感じにお顔にも茶色いファンデーションが調和します。どうでしょう？ついたかつかないかみたいな感じでもちゃんとついているのでこれで OK です。はい、できました。この後でこれに艶消しや半艶消しのスプレーを吹く人もおられるようですが、僕はこのままです。このままってことは、例えばエナメル系溶剤でゴシゴシ洗い流そうと思えばできるし、実際に触っていると落ちやすいファンデーションは落ちるんです。でもそれはそれで汚れが落ちやすいところの汚れが落ちるのであって、汚れの落ちにくいところの汚れは頑固に残っているので自然に見えるんです。そんなこんなで悩みながらやっていますが、とにかく買ったまんまっていうのは僕は嫌なので、こんな風に楽しんでいるんです。最後に一つ余談ですが、こちらはトミックスの C11 です。このカプラーの付き方嫌ですね。加藤の10連カプラーみたいに変に曲がっています。ですがこの奥にスピード可変ダイヤルがあるんだそうで、あれを回すことで走行スピードを変えられるとのことです。それはそうとして、うちの客車たちは全部加藤ナックル系のカプラーなので TN カプラーのままでは連結させることができません。しかもこんな変なカプラーでは交換もできないので TN カプラーを削ってナックルカプラーのような形状に修正しました。その結果、電吉コレクションの客車や貨車たちを牽引できるようになったんです。なんとかならないのでしょうか、このカプラー問題。やっぱり蒸気機関車はロッドが動き、動輪が回転する様子が見どころですよね。加藤の C11、 力強いロッドと動輪の動きをご覧ください。海老名のポポンデッタ様のレンタルレイアウトをお借りしました。 C11 牽引列車の走行シーンをご覧ください。加藤の C11 がスハ32系、オハ60系などの旧型客車を牽引しています。加藤の C11、今度は10連で貨物列車を牽引します。貨物列車は花輪線貨物列車セットに数両の20区貨車を加えた編成です。さっきまで加藤の C11 が牽引していた
旧型着車をトミックスの C11 が牽引、加藤の C11 牽引の貨物列車と離合します。トミックスの C11 牽引の旧型客車がレイアウトの一番の見せ場、ストレートな田園風景を走ります。いかがでしょうか。屋根上を適度にウェザリングしているのでリアルに見えてくれると嬉しいのですが、加藤の C11 10連貨物列車もストレートな田園風景を横切ってガーダー橋を渡ってトンネルを目指します。空のビニールシートの汚し、電池クラブ的には気に入っているのですが、いかがですか。最後にトミックスの C11 旧型着車編成をご覧ください。このくらいスピードが出ていればトミックスも順調に走ります。安心しました。本日の動画はこれで終わりです。いかがでしたか。加藤の C11 動輪の素晴らしい力走の様子を見ながらお別れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この後数十秒間ポポンデッタ様での走行シーンをお届けします。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。